今は現時点2時8分で4月の10日です。さてと、今週末のドルの動き、それとドル円の動き。まず週末の間は相場はほとんど閉まってますね。なので僕は、ウィーケンド指数とかを見てます。こちらのウィーケンドドル円を見ると、今は 0.02% と下がってます。非常に静かですね。あんまり大きくと動いていません。で、他のウィーケンド指数も見ても、今週末は非常に静かだと思います。ウィーケンドダウンも今は 0.16%、ちょっと下がってるね。56ドルと下がっています。なので若干少しだけど、もしかして今ウィーケンドダウが下がってるから円高に少し明日の朝は行く方向性があるんじゃないかなと思っています。続けてこのドル円の動きを見て、これ今マクリーがこれ下落トレンドなんですよね。で、チャンスを待とうとして今方向性を僕も見極めようとしています。まだちょっと難しい、決まっていない、わからないというのがはっきりした、考えです。このドル円がマクリが下落トレンドなんですけれど、今ドル指数がまだここ上昇トレンドで、これ素晴らしい今ブレイクアウトしてるんですね。このブレイクアウトっていうのは特にこの99ドルぐらいあたりが大きな抵抗レベルだったんですね。で、この 99.2 ぐらいかなが大きな抵抗レベルで、これを突破してから今こういうブレイクアウトっていうのは大体上がり続ける傾向が多いんですよね。なのでどうだろう、これが上昇し続けるとしたらドルも上がり続けるんじゃないかなと思っています。なんで僕はまだこのドルとか FX に対してはまだ何もしていません。特にコンビクション、自信が高まるときにはプライム登録の方のみにお話をします。まだその段階にはなってないですね。今日のビデオはもうちょっと解説と考え方、その前になる考え方です。で、今僕が考えているのは、特にドルがこれほどと今上昇トレンド、このドル指数がなっているときには、ドルを他の通貨建てで買うのがいいんじゃないかなって思ってます。で、今ちょっと見てるのが、例えばドル対カナダドルですね。こちらのドルが今分子で、カナダドルが分母です。こちらの方を見ると、ここは今上昇トレンドになったばかりで、まだドルがそれほど上がり始めていません。ドル対実は5ドルの方もすごく面白いですね。これオーストラリアドルです。ドルを分子にして5ドルを分母。だいたい FX、この為替相場っていうのは普通なんか逆なんですね。オーストラリアドル、この5ドルっていうものを普通分子に入れてるんですけど、これを例えば分母に入れてチャートを見てみると、今また上昇トレンドになり始めています。なので、このチャートが上がるっていうのは、実はこのオーストラリアドルが分子の場合のチャートと逆ですね。これが下がるっていうことを示しています。なので、こちらの今のピボットポイント分析を見てみると、今 0.7459 ですね。ちょうど今ここ挟まってます。あと 0.7459、あとちょっとでこれを上回るところですね。これ実は。なのでちょうど今トレンドが変わり始めたばかりの段階です。0.7459、0.7439、まだこれ実はこれ今下落トレンドになってますね。すいません、僕が逆さまに見てました。0.749、0.746っていう数字になってるんですけれど、0.7459 なので、今ちょうどピボットポイント分析のレベルにぶつかってますね。なのでこれがちょうど今下落トレンドになるところ、もしかしてこれは面白いかもしれないですね。もうちょっと考えていきたいと思うけど、この今のチャートを見ると、もしかしてこの5ドルが下がる方向性に行くかも。マックリーも並んでますし、ピボットポイントも並んでるけど、まだちょっとアメリカの CPI データとかアメリカのインフレデータを待ってから決めたいかなと思っています。特に今週はカレンダーも、見てみると、イベントもやっぱりまたちょこちょこと出始めてきますので、もうちょっとこの FX の状況は特にドルが上がりやすいと思うんだけど、もうちょっと待ちたいかなっていう感じがしますよね。そうだね。今週は特にアメリカのホリデーはホリデーシーズンなんですね。なので、特にヨーロだね。中央銀行の方でヨーロ圏の決定会合がある。カナダもある。ので、オーストラリアの方でも一応ちょっといろいろ経済がデータが出るから、もうちょっとこの FX の世界はこの状況を見てから判断をしていきたいかなとは思っています。特に中央銀行のニュースがいろいろとあるので、それを見てから皆さん、I think 決めるべきかなと思っています。ドル円はまだ確かにすごくここは気になる動きですけど、まだ方向性が見極めができないという難しい状況だと思います。